おはようございます。しゅんやです。超久々のスーパーセブン名車再生。本日の動画はこちら。空燃費計の取り付け。空燃費計をハムにつけて空気とガソリンの割合、いわゆる燃調をチェックしてエンジンのセッティングを取りたいと思います。これがメーター、そしてコンピューター本体、あとセンサー。このセンサーはボッシュのセンサーです。ワイドバンドのやつ。これをマフラーにつけて排気ガスの酸素の量を測るやつです。でこれつけるためにここのボスの溶接をサッキーさん、大阪のマフラー屋さんに頼んでおきました。溶接めっちゃ綺麗。2023年7月、石川県で行われたカーチューブソニックっていう車系 YouTuber が集まるイベントで初めてサッキーさんと出会ったんですよね。ちょうどこの頃エンジンのセッティングで泥沼にはまってた時期だったから、マフラーに O2 センサーをつけたいと思ってました。でダメ元でサッキーさんにボスの溶接をお願いしたところ、快く引き受けてくれたのでマフラーだけ送って溶接をやってもらいました。はい、さっきでございます。マフラー溶接してる映像はサッキーさんのチャンネルに上がってますんで、ぜひこの動画を見た後にご覧ください。サムネイルはこんな感じのやつです。あと同じイベントで富拓さんとも会うことができて、ちゃんとキャブレターセッティングのやり方聞いてきました。僕はもうまずやるのは、もう本当にアイドリング、まずアイドリングピシッと、もう1時間でも2時間でもアイドリングさせてもプラグはかぶらなくて、メインをいじってスローを変えないといけないっていうことは、やっぱりスローが出てない仕事だと、もっと前の段階でピシッと抑えていかないといけない。とりあえず空燃費計つけていきます。取り付けはそんな難しくないからささっと終わらせてしまいます。配線は車内でやると狭くて作業やりにくいんで、机の上で配線だけ作って車内でつなげるような感じでやってました。そして固定方法はこんな感じになります。普通の車だと駅マニがエンジンルームにあるから配線が外側に見えないんですけど、ケータハムは車の横側についてるのでどうしても配線がこんな感じになってしまいます。あくまでもこれは仮付け状態で、セッティングが取り終わったら外す予定です。だからハーネスとかも全て仮固定、メーターも仮固定、養生テープで固定しています。これでも一応走ってる最中に外れたりとかはしない程度に固定はできています。そして本体はダッシュボードの裏側、運転中邪魔にならないような場所に固定しています。お、ちゃんと電気通ったね。作動は問題なさそう。ちょっと角度的に見にくいな。エンジン始動後、冷感時で 11.5。冷感だからかなり濃いめです。これが暖気が終わった時にどのぐらいになるか。でも冷感時こんなもんだっけ？もうちょっと濃いめ？いやでもこんなもんだよね。若干レスポンス遅いのかな。久々のケータハムいいね。暑くて乗れなかったからね。でも絶対これ喋ってる音声入らないんだよね。大半マフラーの音でかき消されるからね。とりあえず何もいじらずそのままの状態でドライブ行ってみました。若干濃いめな数字だったんですけど、意外と悪くなかったです。アクセルを踏むか踏まないかみたいなパーシャルな領域で13から14ぐらい、アクセルを踏み込んでいくと11から12みたいな感じでした。ちょっと濃いめな感じです。アイドリングは 11.5 でかなり濃いめな感じでしたね。燃料が濃かったんでジェットを薄い方に調整していきます。
この真鍮みたいな部品を交換します。やり方は前の動画で結構いじくり回してたんで、今回は詳しいやり方割愛します。富拓さんのやり方に従えば、まずは街乗り領域、スロージェットとアイドリングをしっかりと合わせてから最後にメインジェットを交換していく。ただ今回いろいろ実験してみて、どんな風に数字が変わるのか体験してみたかったんで、とりあえず手持ちの一番薄いジェットをつけてテスト走行行ってきました。これ45番の F9 っていうめちゃくちゃ薄いジェットです。空燃費計が15から16、17いってる時もありましたね。さすがにここまで行くと燃料薄すぎてたまにバックファイアしてました。で、最終的に選んだジェットは50番の F8 っていうジェットですね。これでアイドルスクリューいじってアイドリング状態で空燃費計13ぐらい。走行中はパーシャルな領域で14あるかないかなぐらい。踏み込んでいって 12.5 とかそのぐらいでしたね。この状態でさらに過酷な状況へテスト走行行きます。山登ると気圧が下がってエンジンの調子が悪くなるっていうんで、山形県で一番高い山、標高1980メーターある月山っていう山登ってきました。もちろんてっぺんまでは車で登れないので、中間地点にある1200メーターぐらいのリフトのスキー場ですね。ここに向かって走っていきます。これ撮影が10月の頭で、さすがに山登れば紅葉していてケータハムの写真撮れば映えな感じに撮れるかなとか思ってたんですけど、全然紅葉してなくて、ただ普通に車の写真撮っただけみたいになっちゃいました。あ、そういえば最近インスタグラム始めたんで若干映え探ししてます。はい、ということで月山登ってきました。ここがね、標高1200メートルぐらいの駐車場です。寒いもう慌ててジャンバー来た。外の温度計10度ぐらいになってたかな。登ってくる途中めっちゃ寒いです。山登ると気圧の差でなんか調子悪くなるとか、ガソリンとの混合比変わるからあまり良くないとかね、いろいろ言われてるけど、意外と登ってこれました。若干ね、やっぱ燃料濃そうなボコボコするような感じにはなってきたけど、でもちゃんと登れてこれたから、意外とそれなりにキャブのセッティング出てんじゃないかな。あともうちょっと微調整が必要かな。若干やっぱ回転重たいね。吹き上がり悪くなったね。もさーってしてる。もさーってしてるね。多分一番最初のセッティングのままだとちょっと濃すぎたんで、ほんとこの山登ってこれなかったかもしれないです。ジェットの番手一つ落としましたからね。面白いですね。ジェット変えるとはっきりと数値に出てくる。濃いのか薄いのかで、その調子の感じもなんとなくわかる。やっぱり基準となる数字があると頭で理解しやすいし、セッティング取りやすいですね。今までキャブのセッティング取るのに経験値が全くないから、体感で感覚で分かれって言われてもなかなか難しかったんですけど、やっぱ最初は数字見ながらセッティング取ってった方が上達も早いと思うし、 AF センサーつけて正解でした。これ最終的にね、セッティングが終わったらメーターは外す予定です。配線が常にこういう感じで出しっぱなしになって、この辺なんか引っかかっちゃったりすると危ないからね。普通の車だとね、エンジンルームに排気管があるから、こういう風に外側に配線露出したりしないんですけど、これセンサーは外して、ここに蓋をして、セッティング取るときだけこのセンサーをつける。普通に走るときは外しておくみたいな、そんな感じでやっていきます。で、またなんかこう、エンジンの仕様変更したりとか、キャブレターちょっと調整したりとか、なんかやるときはまたメーターつけて、こんな感じでやっていこうかなと思います。
ちゃんとサッキーさんから請求書届きました。お値段驚きの2億円。消費税だけで2000万円です。さすがに2億円は払いきれないので、サッキーさんの CM 流して価格交渉したいと思います。この番組はガチゾンの提供でお送りします。うわっくそっうわっくそっさあ何やってるんですか？おお、見たわかるやろ。溶接や。溶接なんかできるんですか？やったことないに決まっとるやないか。そんなことよりこれ見てみろ。なんでこんなことになるんや。なんすかそれ？やったことないのに面合わせでこの溶接はハードル高いっすよ。それやったらこれ使ってみてください。何やそれ。ここを差し込んで溶接してみてください。ほんでこの溶接面ちゃんと使ってくださいよ。おお。なんやこれ、めちゃくちゃやりやすいやないか。どないしたんやこれ。これガチゾンで売ってますね。ガチゾンってなんや。リバースオンラインショップちゃうんか。リバースオンラインショップもいろいろありますけど、それは今流行りのガチゾンで売ってます。いろんな角度あるんで必要な角度買ってやってみてください。概要欄にリンク貼っときますわ。ガチゾン .com です。おう、ガチゾン .com やな。ちなみに今回のこのマフラーの溶接、うちのかみさんにもね見てもらったんですけど、めっちゃ綺麗だし、なんかサッキーさんだったら FD のマフラーもかっこいいやつ作ってくれそうだし、うちの子供との約束も守ってくれたんで、なんかその男気に惚れてこのマフラーサッキーさんに頼みたいって言ってました。多分この FD のマフラー作る動画はサッキーさんのチャンネルになると思うので、見逃さないようにサッキーさんのチャンネルも登録よろしくお願いします。まだやってくれるかどうか確認も許可も何も取ってないけど、きっとサッキーさんならやってくれるでしょう。知らんけど。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。男の約束しようっていうことで、俊也さんに2億円請求しておきますんで、